皆さんこんにちは。今回はスウェーデンハウスの外壁を塗り直す1ヶ月間の北欧 DIY プロジェクト第1弾。家をゴシゴシ洗ったり色選びに迷ったり外壁を塗り直すって本当に大変すぎました。この夏私たちが頑張ったプロジェクト完成していく姿、ぜひ最後までご覧ください。まずは外壁を塗る前の家の状況から。去年7月に家を買ってから中のイノベーションはいろいろ頑張ってきたので動画をご覧になった方もいると思うんですが、今回やるのは外壁を塗り直す作業。ここ北極圏直下の北スウェーデンでは1年の半分は雪が積もっていて、しかも極夜でずっと暗いので必然的に外壁を塗るなどの外での作業ができるのは夏限定になってきます。木製のスウェーデンハウスを長く使うために大切なメンテナンスの一つということで、この夏ヨハンの夏休み1ヶ月を使って十数年ぶりに外壁を新しい色に塗り替えようと思っています。でも外壁を塗るためにどういうステップを踏むかとか全然私たちは分からなかったので、とりあえず専門のお店にやってきて必要なことなどいろいろ聞くことにしました。まず最初に外壁のペンキの色のサンプルをもらい、気になる色をチェック。そして実際に木の板に塗られているこのペンキを見ながら、さらに気になる色を絞っていきます。お店の方には私たちの今の家の色やご近所さんたちの家の色を聞かれて、一番最初におすすめされたのはグレー系。私はグリーン系の色もすごく素敵だなと思ってそちらもチェックしています。Där har du med vitt och den, jättetrevligt. Också jättefint. 木の板1枚だけではペンキを全体に塗った時のイメージがつきにくいということで、こういったスクリーンも準備してあり、私たちは気になる色をいろいろ試してみました。そして気に入った色が見つかれば E メールにそのまま送ってもらうこともできます。この日お店の方にいろいろ教えてもらったので、皆さんにも外壁を塗るためのステップを一つずつお見せしていきたいんですが、まずはとても大切な準備段階からご紹介しますね。とその前にお店からの帰り道に住宅街をゆっくりドライブしながら外壁の色を相談中。このグレーも可愛いね。やっぱりダークも可愛いけど、スウェーデンの伝統的なお家の色といえば赤や黄色が多いんですが、こうやって住宅街を改めて走ってみると意外にグレー系っていうのが多くて、グレーの濃さによっても全然印象が変わるなぁとすごい勉強になりました。ちなみにこの目の前の黒のお家めちゃくちゃかっこよくないですか？ヨハン曰く以前まではとても珍しかった黒も最近では流行りの外壁の色。私たちもシックで素敵な色だなと思うんですが、仮に今っぽい色を選んでいても数年経つとトレンドが過ぎてしまい、家を手放す時に売りにくい家になる可能性もあるみたい。皆さんの周りのお家はどんな色のお家が多いですか？ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。それでは外壁を塗るためのステップ1。今からこれに洗剤を入れて家を洗いたいと思います。そのために必要なのがこちらのポンプがついた容器。今は水しか入っていないんですが、こんな感じで家に吹きかけて使っていくみたい。Let's do this on the house. Then wait 3 to 5 minutes. Then you come with a scrub brush and you wash it off. There's a lot of pressure in this. すごい。すごいな。その容器に家を洗うための専用の洗剤を入れていきます。洗剤1の量に対して水を9入れていき、ポンプを20回ほど上下させると容器に圧力がかかり、洗剤を均等に吹きかけることができるみたい。それでは実際にやってもらいましょう。今お姉さんが洗剤を吹きかけているんですが、そこをよく見てみると汚れが浮き出ているの分かりますか？きっと10年くらい蓄積された汚れだと思うんですが、あ、ブライアンがおる。かわいい。洗剤を吹きかけて3分ほど待ったら、これもお店で買ってきた専用のブラシで
家をゴシゴシ洗っていきます。おー、家がどんどん綺麗になっております。もともとの外壁ってこんなに白かったっけと思うほど真っ白な壁に様変わり。今回塗る外壁の総面積は200平米以上あり、今ご覧いただいているガレージの横の面積は15平米程度。家の大きさや高さを考えると、この家を全て洗い終えるのに合計何時間ぐらいかかるんだろうとみんなでドキドキしながら作業を開始です。最初にお伝えした通り、外壁を塗り替えるのはスウェーデンハウスを長く使うためにとても大切な DIY の一つ。うちは築44年ですが、ペンキを10年から15年おきに毎回塗り直しているので、ペンキが剥がれているところももちろんあるんですが、外側の木の状態は結構いい状態じゃないかなと個人的には思っています。そしてこの頃はまだ7月の第1週目だったんですが、私は夏休みをいただいた直後で YouTube で作りたい動画がたくさんあったので、2人がこうやって作業をたくさんやってくれて本当に助かりました。家の中にいるブライアンは外で何が行われているのかよく分かっていない感じで困惑しているのも可愛かったです。初めて乗るね。次は屋根の上に登って作業を始めるみたい。普段だったら絶対考えられないんですが、高所恐怖症のヨハンも勇気を振り絞って屋根の上に登り、地面から届かなかったこういったところをゴシゴシ洗っていくみたい。ここで皆さんにクイズなんですが、この家の屋根のてっぺんって地面から何メートルのところにあると思いますか？ヒントは、今ヨハンが立っているガレージの屋根の上が地面から 2.8 メートル。今回自分たちで外壁を塗るにあたって必要なペンキの量を知るために、この家のあらゆるところの長さや高さをスマホで測ってみました。綺麗になってる。めっちゃ綺麗になっとる。ということで正解なんですが、地面から屋根のてっぺんまではおよそ8メートルでした。北スウェーデンの夏は白夜で24時間ずっと明るいので、晴れているとどんどん作業が進みます。ちなみにどんなに暑くなっても30度を超える日は1ヶ月に1日あるかないか。1日目はガレージ全体と家の2面を終わらせることができました。今からこの側面を洗っていきます。今年のスウェーデンの夏はとにかく雨が多くて、お天気にはめちゃくちゃ悩まされました。でもヨハンの夏休みは7月いっぱいと決まっていたので、作業は雨の日でも行います。ポンチョ着てる、かわいい。実はこのポンチョ前に動画で出てきたんですが、皆さん覚えてますか？少し前にイエテボリの遊園地に遊びに行った時にゲットした開園100周年と大きく描かれている遊園地グッズのポンチョ。ご近所さんの目に映るとちょっとおかしいかもしれないんですが、ポンチョを着ることで雨もしのげるし洋服も汚さなくて済むので、本当に外の作業にぴったり。そして家を洗うということが人生初めてだったので予想もつかなかったんですが、腕や首を結構上に上げて作業をするので、ステップ1にしては結構辛い作業が多かったかなと思います。家を洗うために使っている洗剤は肌に触れると良くないので、ワンコはこの日もお家で待機。家の中でじっと耳をそば立てるブライアンと、とにかく眠たいジェマ。雨の日は気温も上がらないので過ごしやすくはあるんですが、夏なのに20度を超さない日も多くて、雨が数日続くだけで太陽が恋しくなってしまいます。ハロー。すごい、登ってた。家を洗い始めて3日目です。
夜ご飯を食べて8時とか9時とかなんですが、2人は頑張って洗ってくれております。そうなんです。ここ北極圏近くでは夏は白夜なので、夜9時ぐらいになってもこれぐらいまだ明るくて、夜でも作業をすることができます。でもここで注意しておきたいのが服装というのも、北スウェーデンでは夏になると大量の蚊が繁殖するので、外にいるだけでびっくりするぐらいの蚊が襲ってきます。ブライアンなんかめっちゃ見てますけど、あなた誰？なぜこういうことが起きてるのって。ヨハンは結構大丈夫なんですが、私は蚊に刺されるたびにそこがすごく腫れるか熱が出るような感じになります。なのでお姉さんにもそうなってほしくなくって、モスキートハットをかぶった上でポンチョを着てもらって、蚊があまり入ってこないようにするという完全防備で頑張ってもらいました。これでラストだよ。家を洗い始めて丸3日、はしごが短くて届かなかった場所もあるんですが、次のステップへ進みたいと思います。今回も同じお店にお邪魔し、ペンキの相談にやってきました。ちなみに私たちが今回買う外壁用のペンキは、前回ゲストルームの DIY をした時にも使ったノルウェーのブランドヨートゥンが出しているペンキで、お値段は9リットルで32,000円。このペンキで家全体を塗ろうとすると、この容器を8個ほど買う必要があり、塗料だけで25万円はする計算です。でも今年塗れば12年ほどは塗り替える必要がないので、1年換算すると毎年2万円ちょっと。他のディスカウントストアなどに行けば3分の1ぐらいのお値段で外壁用のペンキが手に入るんですが、これまで安いペンキを買って失敗して結局高いペンキを買うことになったというお話を何度か聞いたことがあったので、値段は少し張るけどとても評価が高いこのペンキを買おうと計画しています。ステップ1の外壁を洗う作業の後に必要ないろいろな道具についてもお店の方に相談しつつ、はい、今ですね、試し塗りのペンキを買ったので4つ購入したので、これから家に帰って塗ってみたいと思います。日向ぼっこ好きなの？ね、大好き。でもよかったね。これからこの4つを試し塗りしてみたいと思います。どれもねすごく可愛い色だったので、実際にね自分たちの目で見て判断したいなと思ったので、すごく楽しみです。大丈夫だよ、ブランジャマ。 Hello guys. I'm like, best thing would be if we could just do it until a board, but we could also just split a board. Yeah. Try to split a board. ということで買ってきた色のサンプルを窓の周りに4つ塗れるように鉛筆で軽く線を引いて準備をしています。そして1つ目の色がこちら。グレーだ。スタート。ということで早速1色目塗っていきたいと思います。そしてその横ではお姉さんが DIY ショップで買ってきたテープを貼っています。今までは家のすべてが白かったんですが、これからは窓や家の縁になる部分は白、それ以外は新しい色で塗っていくようになるため、境界線になるところにテープを貼ってにじまないようにする作業が必要になるんです。そして試し塗りの2色目はこれがダークグリーンです。めっちゃ可愛くない？もうこの段階で。どうお姉ちゃん。かわいい。可愛いよね。そして試し塗り3色目はこちら。じゃあさ、このコントラスト見たい。実際に塗ってみて。おー、違いますね、結構ね。それではこれで塗っていきたいと思います。Should we just scrape there first before painting them? Really? ここで私たちはステップ2を飛ばしそうになっていたんですが、
家を洗って乾いた後ペンキを塗る前に、もしこういったペンキが剥げているところや傷んでいるところがあれば削り取ったり修理するという作業が必要になります。特にこの下の方は雨とかにもねさらされやすいので念入りに塗っていきたいと思います。これが私たちの本命のやつかな。かわいい。ここで最後にして私たちの本命の色4色目のグリーンが出てきました。それでは実際に濃いグリーンと比べるとどうなるかペンキを塗ってもらいたいと思います。どうだろう。結構同じに見えるんだけど、この1ストローク目は。 But it is definitely brighter. そうだね。こんな感じで4つ塗っております。結構ね大きい範囲に塗ると違いが分かりますね。ちなみにペンキは2回塗る必要があるので、これで完成ではありません。2度塗りするにも2時間を待たないといけないので、塗料が乾いて筆が硬くならないうちに毎回刷毛も洗う必要があります。ここにブライアンがいるんですが、どこにいるんでしょうか。正解はあそこです。ということで試し塗りの2回目をこれからやっていきたいと思いますブライアンとジェマがお客さんでいますね。今私たちは試し塗りということで日が当たっている状態でペンキを塗っているんですが、ペンキを長持ちさせるためには日陰で塗って自然に乾かすということをお店の方にお勧めしてもらいました。ここでテープを剥がし2度塗りしたペンキをじっくり見てみることに。今は太陽に当たった状態ということを考慮した上で、左上には濃いグレー、これが思ったよりコンクリートっぽい色になったかなと思います。そして下の薄いグレーは北欧っぽい可愛い色になりました。右上には温かみがあるグリーンと、右下には深緑色のグリーンを塗ってみました。じゃあ今ちょっと4つね2回塗り終わったので好きな色を投票したいと思います。せーの。これが1票、これが2票ね。やっぱりねこの光に当たった時に、どっちも可愛いんだけど絶対緑が可愛いなと思っちゃった。 But we should maybe wait until it's dry and this is dark again. お店ではグレーを推していたヨハンも実際に塗ってみるとグリーン推しということが発覚。グレーとグリーンで分かれていた時より選びやすくなったかなとは思ったんですが、ここからがなかなか決められず大変でした。というのも日が当たった状態と日陰になった時では印象が全然違うので、夏の白夜でも冬の極夜でも1年を通してどちらの色が魅力的に見えるかなということを考慮したかったんです。本当にすごく迷ったので、実際にご近所さんに意見を聞いたり、コミュニティ投稿でも皆さんのお気に入りの家の色を投票してもらったりと、なんとか2人で1つの結論にたどり着くことができました。ちなみに投票には4400人以上の方にご参加いただき、一番人気だったのは薄めのグリーンでした。決断の朝でございます。今からペンキをね買いに行くんですが、と今週の動画はここまでになります。声でお気づきの方もいるかもしれないんですが、私が久々に風邪をひいてしまい声が全然出なくなってしまいました。なので来週にはこの外壁 DIY の全貌をくまなくお見せできるかなと私も楽しみにしているので、よかったらチャンネル登録をして、またコメント欄に気になったことや面白いなと思ったことなど書いていただけると本当に嬉しいです。すごいいっぱい買いました、5つ買ったね。どう？ヨハン。I'm very happy. You're very happy, huh? I'm very excited to get started. ねえ、もう今日ほらこんなに晴れてるから今すぐ帰って塗りたいと思います。今週は外壁を塗り直すための準備のほとんどが終わり、次回は驚きと試練だらけの塗装編をお送りします。
メンバーシップの方ではそんな私たちの DIY をリアルタイムでお見せしています。ベステスメンバーに入ってくださったミスターアンディさん、新しくメンバーに入ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。